にちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。今回は時形の整え方の2つ目として右上がりについて解説をしていきます。で、この右上がりなんですけれども、結構ね、諸刃の剣です。やり方を間違えてしまうと、時形はね、崩れてしまいますので、その辺も含めて解説をしていきたいと思います。これは漢字は右手で書くことを前提としているからということになりますね。で、肘を軸にして、横線を書くと勝手に右上がりになります。どういうことかというと、紙を体の正面に置いて、肘を軸にして横線引くと、こうなります。右上がりですよね。なので、右上がりが心地いいように感じるんですね。で、これ見ると分かるんですけど、この角度、こうだんだん来ると角度がね緩やかになりますよね。なので、字を書くとき、大きい筆でも小さい筆でもそうなんですけれども、紙はね若干右に置くといいのかなと。正面よりも少し右の方が平らに書きやすくなります。右上がりしすぎないということですね。はい、まず3なんですけれども、この3本やっぱり若干ですけど、右上がりですね。角度ね違いますけれども、はい、これ分かりやすいかなと思います。はい、山も右上がりです。まず分かりやすいのがこの横角。右上がりになってますよね。あと、この起筆の部分、ここつなげても右上がりになってます。そしてこことここ、先ほどのね、右上がりが平行になっています。で、ついでに説明すると、山はね、下はね、揃えた方がいいんです。右上がりならずに。半、これは、横角ですよね、まずね。で、これ平行で OK ですね。そして、半はね、この1画目、2画目の起筆の部分もつなげると、さっきの山と一緒ですね。これも右上がりになってます。これもね、平行でいいです。はい、これが半の右上がりですね。そしてこの分なんですけれども、これはこの刀の横角。まずここ右上がりですよね。若干ですけどね。あと、分はね、この鉢頭。この書き終わりの部分の下の部分。これをつなげても右上がりになります。で、鉢頭とか一屋根もそうなんですけれども、この、例えば、こちら2画目の方を上に置く。上に来ればそれだけ右上がりが強い字ということになります。全体の印象変わりますので、それもねちょっと注意が必要になります。今度返答作りの字なんですけれども、左のパーツと右のパーツの字ですね。例えばこの町なんですが、町の場合左側、これはね右上がり強くします。そして右側は右上がりを弱くします。これ結構他の字でも応用聞きますので、ちょっと覚えておいてください。はい。で、3つのパーツに分かれている場合、これもさっきの返答作りに近いんですけれども、一番左側のパーツが一番右上がり強くなります。で、一番右側のパーツが一番右上がり弱くなります。これ大体間くらいなんですけどね。で、覚えておいてください。
はい、次に品、品なんですけれども、ちょっと今ね、極端に書いてあってバランスがおかしいんですが、左側のパーツ、左側の口がね、右上がりが強くなります。そして、右側はね、ほぼほぼ平らぐらいになります。そのくらい弱くなります。で、これがちょうど空いたくらいですけどね、普通の右上がりぐらいなんですけどもね。はい、これが品です。これ最後の字になるんですけれども、協力の協ですね。ちょっとこれも極端に書いたので、ちょっとバランス的に違和感があるかもしれないのですが、ちょっと極端に書いたと思っていてください。で、まず、辺と作りで見たときに、辺の方が右上がりが強くなります。対して作りの方が右上がりが弱くなります。まずこれ一つ目。で、次に、この力が3つ並んでるんですけれども、これがね、先ほどの品が口3つ並んでいたのと同じで、左側が強くなります。で、右側、右下にあるパーツは右上がりが弱くなります。ほぼほぼ平らでいいです。で、これがその間くらいですけどね。まあこれもあんまり右上がりしないですけどね。はい。これがね、協力の強になります。ということで、右上がりについて解説をしていきました。冒頭に言った諸刃の剣というのは、右上がりやりすぎないことです。右上がりをとにかくやりすぎずに、ほどほどに、やや右上がりだと思ってください。あと、パーツごとの組み合わせの字に関しては、右上がりの角度っていうのは、その都度変わるということも知っておくといいかと思います。で、右上がりに書くっていうのはね、非常に文字がシャープに見えるので、かっこよくなるんですよ。なので、どうしてもね、強くやりたがるんですけれども、それをやってしまうと、文字全体のバランス、もしくは文章になった時にバランスがね、崩れてしまう可能性があるので、やっぱりやや右上がりだと思っていてください。以上、今回の解説は終了となります。ご視聴ありがとうございました。